どこだ？どこにあるんだ？どこにあるんだ？あったあったあった。これだ。はい、皆さん、こんにちは。車の大自然、カカカシノピーです。今回はこちら、ケルヒャーのマルチクリーナー OC3 という商品を紹介したいなと思います。この商品はケルヒャーさんからいただきました。こないだですね、こないだでもないな、結構前なんですが、ケルヒャーの本社に遊びに行ったんですよ。高圧洗浄機からいろんなものあるので、ちょっと見に来てくださいっていうね、ご招待ではないんだけど、一般の方もね、見れる展示場になっていて、実際に初めてケルヒャーのいろんなものを見させていただきました。その時に次販売される商品、新商品としてこの商品を一回ね、使わせていただいたんですよ。その時に、こりゃいいと僕は思って直接くださいと言いました。そしたらなんとこの商品が届いたということで、今回ね、なんで僕がこれをいいと思ったのか、その辺をね、ご紹介していきたいなと思います。何かわかんないよね。で、高圧洗浄機ではないんですが、バッテリーで動かす洗浄機。この状態で説明しててもわかりづらいので、一旦中を開けてお見せしたいなと思います。この絵でわかります？わかんないと思うので、実際に開けたいんですが、これね、面白いんですよ、本当に。サイズ感がね、そんな大きくないんですよ。この中に入っているので、さらに小さいと。よいしょ、出てきました。これは説明書ですね。じゃなくて、これなんですよ。大きさで言うと、これぐらい。結構ね、コンパクトなんですよね。何がすごいかっていうと、こういった感じでバケツになります。こちらバッテリーが積まれていて USB のタイプ C で充電することができます。この中にホースが入っていて、この中に水を入れると、そうするとここから水が出てくる、そういった商品です。今のところどうなのみたいな思ってる人いると思うんですが、これがねすごい活躍する人っていうのはね、僕はいるんじゃないのかなと思ってます。見た目も結構かっこいい。一旦充電しよう。それから使おう。はい、そしたら充電が完了しました。で、使い方はすごく簡単です。この蓋を開けてバケツにします。ホースこれ柔らかいやつだね。そんでもってここに水を入れる。水を入れたら蓋を閉めるなりして、このバケツを車のとこまで持っていくと。はい、これノズルただ握るだけじゃ水は出てきません。電源ボタンがここにあるので、これを押します。今動きましたね。水が充填されたのが分かりました。このスイッチっていうのかな、トリガーを押す。トリガーね、ちょっと硬いけど、そんな気にならないかな。で、こんな感じで水が出てくると。この水圧は 0.5 メガパスカル。普通の水道の約倍ぐらいらしい。これで足回りとかを洗っていけると。はい、そしたら実際に使っていきましょう。それなりにね、やっぱ威力ありますよ。高圧洗浄機ほどではないけど、ポータブルで、これぐらいあったらもう十分じゃないかなって僕は思ってます。で、どんな人に向いてるかっていう話なんですが、先言っちゃうと、僕は洗車場とかで、洗車をする人、やっぱ足回りね、洗う時に、例えばこういったバケツとかを用意して水をかけたり、もしくは、人によってはペットボトルを水かけたりね。ポカリスエットね、結構ペットボトルが柔らかくてやりやすいんですが、これだと何回も水汲みに行ったりとか、あと意外にね、使いやすいのが、この釣り用のバッカンみたいなやつは、このバケツが柔らかいから、水をかけやすい。硬いやつだとね、結構ちょっとずつかけるのが難しかったり、かけるってなった時にドバーってかけないといけなかったりするので、大変なんですよね。そんな時に、これがあれば、必要以上に水をかけないで済むなと思いまして、洗っていきますか。こんな感じ。一旦1本洗いましたが、一応ね4本洗ってみようかな。どれぐらい水が減るのかっていうのを知っておきたいの
で別のとこ行きます。この辺とかもね、奥の方の砂とかを落とすのにも使えそうですね。一旦は足回り行きます。まあこんな感じですよね。洗車場って門型の洗車機だったり、あとは高圧洗浄機みたいなのもよくあると思うんですよね。けど足回りを洗うってなると、そういった高圧洗浄機でも洗えなくはないんですが、結構水の調整とかが大変だったりして洗いづらいんですよ。なので洗車場だとね、足回りやるときはもう足回りで別でやっちゃいたい、そういう時にねこれ便利なんですよ。よし。高圧洗浄機との威力の違いだけ見ておきます。この汚れね、表面上の汚れはもちろん落ちましたが綺麗にはなってないですね。これが K ミニとか 100V で使う高圧洗浄機だとどうなるか試してみますね。これ K ミニです。こんな感じ。さらに落ちたね。やっぱり威力としてはもちろんこの高圧洗浄機の方が圧倒的にあります。それはねもう仕方ないけど、威力がね弱いっていうわけではないけど、やっぱりその高圧洗浄機を普段使ってる人からしたらそれはね物足りないかなとは思います。一旦しっかりめにやりました。水の残量がどれぐらいか見ておきます。せーの、これぐらいです。結構少ないかもね。足回りをしっかりやるにはちょうどいいぐらいですね。追加でやるってなるとまた組みに行けばいいんです。他のとこもやりたいな。それじゃあ普通の洗車には使えるんですかみたいな、ボディはどうですかっていう人もいると思うのでやってみようと思いますけどね、あんまね僕は向いてないと思ってる。一応水はね満タンにしました。でなんで向いてないのかっていうと、水が足らない、単純にじゃないかなと、あくまでもじゃないかなです。こんな感じで水をかけてたっぷりパンプを使って洗っていきますと。で一旦ざっくり洗いました。でこれを流していきます。洗えるは洗える。ちょっとホースが気になる。よし。やっぱね排出量っていうのかな、水の量が少ないので、正直ねかったるいね車全体やるってなると、全体の面積でいうと3分の1ぐらい終わりましたが、水の量が、なるほどね、残量これぐらいです。なので車1台丸々やるにはもちろんこのバケツ1杯じゃ足らない。あと最低2回は必要だね。そうなってくるとボディ全体は洗車場にある高圧洗浄機とかを使って細かいところをこれで洗っていく方が僕はいいのかなと思います。逆にねバイクとか自転車とかそういうものには結構向いてるのかなとは思います。はい、そしたら片し方なんですが、まずは入っている水を抜きます。最後に水抜き。水抜きをして電源止めて、最後もう一回ちょろっと出して、あと濡れてる場合はまあ拭いた方がいいよね。
タオルでぐなり敷いて、ちなみにね、この先端部分なんですが、これ押して回すと外せます。で、この先端部分はオプションで他にもあるみたいで、それと付け替えが可能といった感じですね。外すとどういう風に水出るのかやろうと思ったのに、一回抜いたのにまた入れました。通常付属されているノズルだとこういう感じ。これ外すとこんな感じ。僕ねこれ嫌いじゃないんです。水が結構量出てくれるので、これで使う時もたまにあります。でもまあ基本こっちだろうね。オプションのノズルっていうのは僕ちょっと持ってないのでどんな仕様かわからないんですが、なんかシャワーとかもあるみたいです。このホース、これをこんな感じで先に潰した方がいいのかな。先に潰した方が良さそうです。でこうくるくるっと敷いて蓋を閉めて終わりと。これを持って帰ると。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちら、ケルヒャーのマルチクリーナー OC3 というマルチクリーナーの、従来品もあるんですよ。それの新しい版ですね。新商品。こちらを使ってみました。ケルヒャーに行った時に実際使わせてもらって、僕はこれいいなと思って今回紹介させてもらったんですが、いいなと思ったのはやっぱり水があまり使えないような環境、例えば動画内でも言いましたが、洗車場でボディとかは洗車機とかで洗えるけど足回りってなかなか洗えないよねと。けどしっかりちょっと洗いたいなっていう時にバケツとかだとやっぱ大変なんですよね。必要以上に水を使ってしまったりとかね、あとかけたいところにうまくかかんないとか、そういうことが結構あるんですよ。そういう時に結構活躍してくれるんじゃないのかなと僕は思いました。ボディ全体をこれでっていうのは正直きついかな。もちろんね水を汲み直せばいけるんだけど、それはね大変かなとは僕は思いました。足回りだったり自転車とかバイクとか、その辺をね洗車するのにかなり手頃なんじゃないのかなと思っております。何よりもこうコンパクトになると。一応このバケツ8リッター入るみたいで、40度ぐらいの熱、お湯ぐらいだったら全然問題ないみたいです。だからまあ冬場はぬるま湯を入れて血回り洗うとかもありなのかなと思っております。気になるのはね金額ですよね。先ほどちょっと調べたら2万円ぐらいです。ここが一番ネックになってくるところかなと思うんですが、1回購入しちゃえばペットボトルとかでやる手間はなくなるので、1回購入しちゃえばっていうね。けど一歩こう踏み出すにはみたいな微妙な値段かなと僕は思いました。個人的にはねすごい使いやすいので、その洗車場とか持っていきたいなと思いました。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。